Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。で、今回はポケモンセンター in ロンドン編です。はい、スタート。はい、ポケモンセンターが1ヶ月限定でロンドンに来てました。で、なぜポケモンセンターがロンドンに来たかというと、新しい、皆さんご存知だと思うんですけれども、でも新しいポケモンシリーズのソード&シールドバージョンがイギリスをモデルにしてます。で、まだ私、実はポケモンまだ買ってないんですけれども、でもそのガラル地方という、今回のソーダシールドの舞台はガラル地方というところなんですけれども、そのガラル地方の形はイギリスの地図にモデルしてます。で、それだけではなくて、そのガラル地方には、いろんな、イギリスらしい観光スポットも入ってるらしいです。例えばビッグベン、トラファルガースクエア、あとはロンドンアイで、他にもいろんな観光スポットが入ってるらしいです。あとはイギリスの赤いポストもあるみたいです。とてもイギリス人として、あとは僕はちっちゃい時よくポケモン見てたので、今回多分イギリスに来るのは一生1回だけだと思ったので、ぜひ行かなきゃと思ってちょっと体を張って行ってきました。はい、ポケモンセンターに行く前にやっぱりTwitter やYouTube いろいろSNS 系のサイトを見てちょっと参考にしていろいろリサーチしてきました。皆さんびっくりすると思うんですけれども、今回のポケモンセンターはもう人気ありすぎて、もう待つ時間がだいたい8時9時間ぐらいって書いてあって、僕それを見たらもうディズニーランドよりひどくねって思って、でもやっぱりその Twitter でいろんな商品がアップされてて、でもどうしても可愛いピカチュウがいろいろアップされてて、もうどうしてもこれ欲しいなと思ってて、仕方ねえなと思って、で僕は夜中2時から並びました。そうだね、今思い出したらちょっとありえねえなと思うんですけれども、やっぱりもうそのピカチュウがどうしても欲しくて、で夜中2時から並びまして、でそのお店、そのロンドンセンターは実は10時からオープンするということなので、結局肉も9時間待ちでした。で今回はやっぱりこのポケモンセンターが1ヶ月限定ということだったので、皆さん、日本の皆さんにもシェアできたらいいなと思って、だから今回のポケモンセンターサバイバルトリップをちょっとドキュメンタリーにして撮影しましたので、そちらへご覧くださいませ。
はい、ポケモンセンター in ロンドンサバイバルトリップドキュメンタリーはいかがだったでしょうか。本当に人やばかったね。もう本当にもう多分1000人以上いったと思うんですけれども、でまあなんだろう、まあ確かに人が本当に多かったんですけれども、もう自分がもう事前に自分が欲しいものを決めて絶対これ欲しいなと思ってて、やっぱりなんかまあ夜中2時とか3時とかから並べないともう自分が欲しいもの絶対手に入らないということが分かってて、だからまあある意味で、まあ、2時から並んでていろんな友達ができたし、まあいてよかったなと思って、でまあ実際にお店に入ったのは朝11時ぐらいかな。だからまあまだまだ自分が欲しいものがあって運が良くて手に入りました。あとはまあ自分が欲しいもの以外にも、まあ、T シャツとかあとなんだろういろんなキャラクターグッズが売ってたし、まあすごいワイドセレクションでした。で2階の方に行ったら、まあ、そのガラル地方の撮影スポットみたいなコーナーもあったし、それ以外にも、まあ、そのスイッチポケモンソードシールド体験コーナーみたいなところもありました。でニックも実際ちょっとそのソードかシールドかどっちか覚えてないんだけど、でもちょっと体験してきました。やっぱなんかまあ僕ちっちゃい時は確かそのポケモンイエローやりましたけれども、でそれ以来全然やってないから、もうポケモンそのスイッチ、まあ、ゲームボーイみたいなゲームズコンソールでなんかポケモンやるのはすごい久しぶりだったから、やっぱちょっと欲しくなっていつか買おうかなと今ちょっと思ってます。はい、さてまあ、もしかしたら皆さんはすごく気になってると思うので、まあ、これからニックが何買ったかというを紹介いたします。こちらになりますそうですね、人が本当に多かったからまさか自分が欲しいもの手に入るのかちょっと分からなかったんですけど、でも運が良くて自分が一番欲しかったものが手に入りました。それはこの人です。超かわいい。これ見てよ、ロンドンピカチュウ。なんかそのピカチュウが、まあ、イングリッシュジェントルマンみたいにこの帽子をかぶってで傘で、実はなんかその傘の頭がカルダック、まあ、英語で言うとサイダーになってます。超かわいい。でこれはユニコーンさんの友達にしようかなと思って、でこれから、まあ、ロンドンピカチュウがニコニコチャンネルと一緒に出るということになりますのでよろしくお願いします。で2つ目は、まあ、やっぱなんか1人だけだとちょっと物足りないなと思って、だからロンドンピカチュウの友達 EV を買いました。やっぱなんかまあそのお店の中にはさ、いろんな EV のなんか進化したバージョンあったんですだけど、なんかシャワーズとか、あとはなんかファイヤー日本語の名前よくわかんないんだけど、でもやっぱこのオリジナルが一番可愛いなと思って、あとはなんか去年レッツゴーピカチュウとレッツゴーイービーというゲームあったから、やっぱこれが可愛い組み合わせじゃないかなと思ってこの2つを買いました。超可愛い。その次はなんだろう、これじゃん。ちょっと待って、いやこれ超可愛い。なんかニコはねすごいマグカップとかそっち系のもの結構好きだからさ、これ見た瞬間やばこれ買わなきゃと思って、これマグカップなんだけど、今どうしたのうるさいんだけど、これがまあピカチュウの顔になってます。ちょっと可愛い、びっくりしてるよ。でこちらを見ると、まあ普通にニコニコにっこりしてるピカチュウです。でこれからまあイギリス紅茶入れてこれで飲もうかなと思ってます。超かわいい。で実は2つ買ったんだけど、1個だけ買ってしまうと多分旦那さんにちょっと2つ買わないといけないなと思って、だから2つ買いました。はい、
その次はノート超かわいい。でこれ1セットになってたんですけど、でも3つのバージョンがありまして、なんかこのロンドンピカチュウでミュウとイービも出てるし、でその次はまあこのロンドンピカチュウの赤いポストもあるし、でいろんなポケモンなんかミュウとかが出てるし、イービも出てるし、で最後はこの可愛らしいロンドンピカチュウですね。超可愛い。イギリスブルーになってるし、超可愛い。でその次はシールです。まだ開けてないんだけど、でもこのロンドンピカチュウのシール多分3つぐらいかな入ってる、でこれも買いました。これ多分パソコンの中に貼ろうかな。まあ携帯でもいいけど、でも貼ろうかな。で最後になんかこのロンドンシティピカチュウシーンと、まあこれグリーティングスカートになってるんだけど、でもこの真ん中にあるピカチュウがピンバジですね。だからそれまあどうしようかな。日本人の友達になんか誕生日になんか書いて送って、でそれロンドンピカチュウをつけてもらおうかなと思ってます。超かわいい。嬉しいです。はい、以上です。いかがだったでしょうか。そうですね、まあロンドンポケモンセンターはもう残念ながらちょっと閉まっちゃってもう行けないんですけれども、まあTwitter では SNS ではやっぱりその証明運動がもうぜひロンドンにポケモンセンター作ってほしいとか、そういう証明運動が今結構行ってるんで、まあもしかしたらまあいつかロンドンにポケモンセンターができるんじゃないかなと思います。まあできるといいと思います。そうですね。また今回みたいに限定ショップとかがロンドンにできたら、まあぜひ皆さんにシェアしていきたいと思いますので、お楽しみにしてくださいね。それではロンドンピカチュウですので、じゃあまた次回でバイバーイ。